新しいカメラを買った。これは自分へのご褒美だ。いろんなカメラがある中で憧れであり目標であり続けたカメラだ。このカメラでどんな景色が見れるのか。それではここから第2章の始まりだ。物を買うことの喜びは人生のタイミングでも異なり、いずれ感動が減るかもしれない。撮影することの楽しさは人生のタイミングでも異なり、シャッターを押す分楽しさが増していく。 YouTube の登録者数が10万人を突破した今、将来の自分へのメッセージとしてこの動画を残してみました。どうも皆さんこんにちは、あきやです。ついに10万人達成しました。ありがとうございます。来ましたやっとね YouTube チャンネルがね、このアキヤムービーが、10万人を突破しましたというところで、今回はライカ M10 をね購入したので、ちょっとね、この10万人までのプロセスを振り返りつつ、なぜねこのライカを購入したのかであったりとか、あとはこのカメラがねどういったものなのかっていうのももちろん紹介しますし、10万人を突破した今の気持ちと、今後のねアキヤムービーの展望、そして僕の今後の目標についてもね話せていけたらなというふうに思ってますので、ぜひね最後まで覗いていってもらえたらと思っております。ということでね、ようやく10万人突破したということで、いやよくここまで頑張ったなと、ちょっとね今日は少しね自分を褒めたいなというふうに思っております。なんとですね5年間かかりました。僕がねこの YouTube チャンネルをね本格的にスタートさせたのがね2019年4月28日にね、大阪の実家の一室からねこの動画配信をスタートさせて、で2024年の6月の後半、約5年2ヶ月ぐらいの時を経て、10万人をね達成したというところになっています。もちろんですね、当時はこう10万人っていうところはねさすがに想像はねできていなかったんですけれども、僕がね大学4年生の春就活と同じタイミングでねこの YouTube チャンネルをスタートさせたんですが、最初はやっぱりね、1人2人10人50人100人と少しずつだったし、でもそれが1000人3000人5000人1万人という風にね増えていって、でそのタイミングで、もう絶対にね10万人行きたいなっていう風に思ってましたし、それをね結構僕は周りにもね伝えていて、もう絶対行ったんねんっていう風にね強くね心に誓っていたのをね覚えています。でこのね、10万人までのプロセスには本当にねいろんなことがありましたよ。もうね全然楽ではなかったし、なんて言ったらいいかな、僕の20代の前半をね、もう20代前半の人生を YouTube にもかけたので、本当にいろんなねドラマがあったんですけど、そのね、僕のこう企業ストーリーっていうものをねこうもうめっちゃねガーってまとめたもののね動画をね今制作中で、それをね7月の中旬頃にはね公開できるかなと思ってますので、それはねぜひね見てもらいたいなと思いますね。
その動画ではね、僕の過去であったりとか、僕なりにこう実行してきた YouTube 活動の戦略とか、どのようにね企画を練っていたのかとかで、自分がやっていた行動に対してどういう風な結果がついてきて、どういう風に数字として現れたのかとか、各プロセスとか全てのね全体像をしっかりとね凝縮させてまとめたこの動画はね、もうほんまに超対策級に、ね、なると思うんですけど、そういったね動画も公開しようと思ってますので、それはねちょっと楽しみにお待ちいただければすごく嬉しいなと思っています。はい、このチャンネルに協力してくれた本当にね初期からボイとか正義とかね、もうめちゃめちゃ感謝の気持ちでいっぱいです。そして僕のね成長の機会をくださった企業さん、メーカーさんと僕のオンラインコミュニティワンブルームのメンバーのみんなも本当にたくさん応援していただきありがとうございました。そしていつもねこの動画を見てくださっている視聴者の皆様、たくさん評価をしてくれたり、たくさん意見をくれたり、たくさんね応援のコメントとかたくさんいただいてありがとうございました。すごくね励みになりましたし、今後もねもっともっと今まで以上にね頑張っていきたいなというふうに思っていますので、ぜひね今後も引き続き応援していただけるとすごく嬉しいなと思っています。ということでここからはですねこのねカメラをちょっと購入しましたので、これについてねお話ししていきたいなというふうに思っております。今回僕は、ライカ M10 を購入しました。はい、初めてのライカのカメラになっていますが、まずですね、このカメラがねどういったカメラなのかっていうのをね少し簡単に皆さんにねご紹介していこうかなというふうに思っております。ライカの中でも様々な種類があるんですね。例えば、代表的なものとしてはこのね今回購入した M 型ライカと呼ばれるものが、一応代表としてあったりしますと。で、最近だと Q シリーズと呼ばれるねコンパクトデジタルカメラのブルーになる Q シリーズっていうのがあったりとか、あとは、SL システムっていうねライカとパナソニックとシグマの3社の共同でね開発されているマウントを使っている SL シリーズっていうものがあって、そっちだと動画が撮れたりとか、レンズを交換できて、ミラーレスとして楽しむことができるみたいな、そのように現行でも様々なものがあったりします。でもちろんですね歴史をたどればフィルムライカがあったりとか、僕が知らないような世界のライカっていうのもたくさんあるわけですね。でその中でも、超ねこうやっぱライカといえば M 型と呼ばれるぐらいのM 型シリーズの M10 というねモデルのカメラになります。現在では M11 というね、この後継というか、新しい機種っていうのは出てはいるんですけど、僕は一つ世代前の2017年発売の M10 というものを購入しました。現行で新品で買うことは多分できないと思うので、今回中古でね購入したという感じなんですけど、めちゃめちゃ気に入っています。でこの M 型のライカっていうのはもう完全にオートフォーカスが使えなかったり、動画撮影っていうのはできません。本当にね写真を撮るだけのカメラにはなるんですけれども、画素数も M10 は2400万画素なので、全然そんなに多いわけではないんですね。スペックがめっちゃいいとかでは全然ないです。この液晶のね背面モニターもね103万ドットで、そんなにねめっちゃ綺麗ってわけでもないし、 EVF があるわけでもなく、カスタムボタンとかもね特にないし、もう全然ボタン類も充実してるわけではなく、しかもこのバッテリーもねわざわざプレートを外してバッテリーチャージャーに挿してで充電をしないといけないとか、 USB-C 給電とかもできないとか、そういったカメラなんですよ。でもね多分それがいいんですよね。はい。で正直僕ライカのカメラをね買って、まだそんなに全然経っていないので、そこまでね魅力っていうものをね熟知できているわけではないんですが、やっぱりねこのカメラで、撮るこう撮影体験の素晴らしさっていうのはねめちゃめちゃすでにね感じてはおります。で実際にねこの M10 を購入してもうすでにねたくさん撮ってるんですよ。はい。ちょっとね10万人到達する前にね少しだけ前にね購入していたので、もうたくさんねいろいろと撮ってみたんですけど、やっぱりねすごい良かった。すごい楽しいですね。もうね日常のねどういう瞬間を撮ってもね絵になるって言ったらちょっとね軽いんですけど、すごいねなんかこうライカだから撮れてるっていうところは正直ねまだわからないんですけど、なんかねやっぱこのカメラで撮るなんか魅力はねすごいある気がしていますね。でねちょっと先日韓国のね YouTuber の方とねコラボ撮影があったので、ちょっとポートレート写真もね撮ってみたんですけど、全然ポートレートもねすごく楽しかったですね。シャッター一回一回の重みがあるので、なんかこうあんまりこう動体系のねなんか動き回って撮るとかは全然なくて、なんかその空間をゆっくり落ち着いて撮るみたいなね感じには
なるんですけど、全然こうポートレート系でもね、僕が撮りたい分野のものでも、使えるというか、韓国でねすごい有名な方なんですけど、この方を撮っていた時とかもめちゃめちゃねこう質感が良くて、なんか撮ってても楽しいし、で撮れたものをちょっと見せるとすごい喜んでくれたりとか、他のカメラでもね全然できるとは思うんだけど、なんかテンション感の違いみたいなところは実際にある気がしますね。でそしてですね、後日 Vlog をアップする予定ではあるんですが、オーストラリアに行ってきました。はい、メルボルンに行ってきて、有名なカメラ系 YouTuber ケイスケさんにねお会いしてっていうか、突撃しに行ったねオーストラリア旅をね過ごしたんですが、そこでね、このライカ M10 でたくさん写真を撮ってきました。もうやっぱりね海外のね、特にこうアジアとかじゃない全く違うこう街並みがね見れるこう海外の街並みを撮るねこうライカで撮る写真っていうのはもうめちゃくちゃ楽しかったですね。もちろんねどういう風に撮ってても絵になるっていうのもあるんですが、なんかこうずっと持ち歩きたくなったし、なんかずっとシャッターをね押せる瞬間を探していたっていう風にも思いますし、なんか僕の中で今まで撮らなかった写真をね、ライカだったら撮ることができたっていうか、撮りたくなったなっていう風にすごく思いましたね。このねオーストラリア Vlog はね絶賛今制作中で頑張っておりますので、こちらもね後日出ますので、これは全てライカでね写真撮影していますので、ぜひねこの動画もね楽しみに撮っておいていただければと思います。そしてですねオープニングの映像も見ていただきましたが、鎌倉とかでもねたくさん撮ってきました。やっぱりねこう日本ならではのねこう雰囲気というか、日本ならではのこう場所に訪れる人たちをね撮ってみて、初夏っていうのもあってね、僕がすごい夏が好きだったのですごい撮っていて楽しかったし、夏を感じれるような写真もねところどころ撮れたので、すごくねそれも楽しかったんですけど、やっぱ全然こう海外じゃなくても日本だとしても普通に見てる風景だったとしても、なんかこう新しい視点で見れるというかね、人をねこういろいろと撮ってもいたんですけど、なんかその人たちをこうなんでそこにいるんだろうとか、どういう目的でここに来てるんだろうとか、なんかいろんなバックグラウンドを考えれるような写真が撮れた気がしているので、これもねすごく楽しかったなと思っています。ということでこのねライカを購入した理由についてもねお話しできればというふうに思うんですけど、やっぱ一番のね理由はご褒美です。10万人頑張ったんですよ。本当に頑張ったんですよ。5年かかりましたからでやっぱね自分に対してご褒美というか、20代前半の人生をマジでここにかけたから形に残したかったんですよ。自分がやり遂げたっていうものを何かしらの記念として形に残したかったっていうので、すごいライカっていうものにね興味があったりとか、何回か使わせていただいてたから、なんかねこう今回はねこれをねちょっと買いたかったっていう強いね思いがありました。ほんま一生もののねカメラなんで、もう本当にね今後のね僕の人生はもうずっとこいつがねお供してくれるんじゃないかなと思っています。で2つ目の理由としては、写真をね本当に好きになりました。僕もともとね関西にいた頃とかマジ写真撮らなかったんですよ。もうね全然興味もなかった。学生の時はね一眼カメラで写真撮ってたんですけど、やっぱ映像みたいな動画制作をしだしてからは写真に興味がマジでなかったね。でそういった中でやっぱ YouTube をね、戦略の一つでもあって、写真をねこう触れてみたり、写真について勉強してみたりとか、それこそいろんな人にね、写真を教えてもらったりとかしてる中でどんどんハマっていったんですよね。ソニーのね α7M4 を購入してから、その写真に対するねなんか意識が変わった気がしてるんですけど、本当にこう写真がね好きになって、でもっともっといろんな写真を撮っていきたいっていうところで、このねカメラを買った理由の一つにもなってるかなと思います。であとはこの M10 に関しては撮られるってことがないんですよね。基本僕が撮るに徹することができるカメラなので、どうしてもねいろんなカメラっていうか、簡単なカメラっていうのは撮ってほしいとお願いしちゃうんですよ僕。例えば GR とか X106 とか富士フィルムのカメラとかオートフォーカスが効いてピントも簡単に素早く合ってみたいなカメラって、ちょっと僕もさカッコつけてさいろいろ映りたいからさお願いしたわけですよ、一緒に旅行とか行ったら。でもこのカメラって扱える人が多分めっちゃ少ないんですよね。このカメラはもうマニュアルフォーカスやし、レンジファインダーっていうねすごい特殊なねこう構造になっているので、カメラを知らない人が扱うのはかなり難しいんですよね。かなりっていうか結構説明がいる。だから気軽に撮ってもらえない。でもそれがいいと思っていて、もう僕が撮るっていう、僕は撮られない。このカメラでこの中に僕は全然いないんですよ。なのでそれがねまたいいなと思っていて、もう僕が撮られるっていうことを諦めれるカメラ。僕はね自分が前に出たいタイプなんで撮られたいんですけど、でもそれを諦めれるっていうのもすごくね僕のこう後押しになってる気はしていますね。であとはやっぱり
デザインです。デザインがね、もうこの上なくドストライクでした。はい、もうこのデザインやばくないですか。これはね、革の張り替えサービスをした後に前のオーナーさんがね売却されたようで、センサーのね、修理とか、結構いろいろとねクリーンにね何十万円で修理をされた後に、店舗にね、入荷されたものだったので、かなりね状態はいいんじゃないかなというふうに思っています。であとはね、なんといってもシャッター音ですね。M11 とね M10 ってシャッター音がちょっと違うんですけど、僕の好みは M10 だったんですよね。そこも結構大きくて、ちょっとシャッターをねお聞かせしますね。はい、ちょっと聞いといてくださいね。シャッター音いきます。こんな感じ。やばくない？これですよ。もうバシコーンみたいなね、このシャッター音がもうたまらないですね。あとは起動の時のクシャンみたいな音とか、割とねもう全てが好きですね。あとはね、この軍艦部分のねこういったダイヤル周りのね設計であったりとか、ちょっとシャッターのねレディースボタンは今つけていますが、この辺のねデザインとか、またはシルバーのねこう筐体だったのがすごく良かったなと思っています。ライカ M 型、ベースはやっぱブラックボディにはなるんですが、中にはねこういったシルバークロームというのかなっていうものがあって、シルバーにこの緑、僕のねすごい好きなカラーの緑が入ってるので、これが入った瞬間これだと確信して、もう一瞬で決めましたね。この辺が、僕がね主に購入した理由になっていますね。で今ついてるレンズがカール・ツワイスプラーナー F250mm のねレンズがついてるんですけど、これね全然高くない6万円ぐらいでね買えるレンズなんですけど、M 型レンズおすすめ、ちょっと皆さん教えてください。僕ね結構このレンズねすごいデザインも気に入ってて、こうシルバーでね、これすごい、これで一旦これでいいんですけど、やっぱねライカのレンズも購入したいと思っていますし、なんかちょっとこう味のあるレンズも使いたいし、今 50mm がついてるから 35mm とか 90mm とか 28mm とかいろんなレンズを使ってみたいんで、もしねこれいいよっていうのがねあれば、ぜひね、もしねライカを使ってる方とか M 型レンズ使ってる方いらっしゃいましたら、ぜひね教えていただければすごく嬉しいなと思っております。はい、というわけでですね、最後に今後ねお前はどうしていくんか、このチャンネルはどうなっていくのかっていうところについて話していけたらなというふうに思っております。僕ねこの10万人を突破して確信したことが一つあるんですよね。それが僕はねYouTube がめちゃくちゃ好きっていうところに気づきました。気づいたっていうか、ほんまそうなんやろうなって思ったんですけど、もうね企画を考えるのも、撮影するのも、ここで撮影するのも、現場に行くのも、編集するのも、何でもどのプロセスをたどっても全部好き。マジでこれが生きがいです、僕は今って言えるぐらい、ほんまに自分に向いた職業でもあるし、誇らしいなと思っているところでもあります。でこれはYouTube っていう職業が本当に浸透してきた中で、やっぱりいろんな意見はあると思うんです。例えばタイアップをしたりとか、メーカーさんと企業さんとお仕事をすると、それがいやらしく見えたりとか、この人は嘘をついてるんじゃないかとか、やっぱいろいろとあると思います。でもちろんそこは僕も重々承知で、僕は発信する言動とか行動とか編集の文字とか全てにおいてめちゃめちゃ繊細に、この表現は正しいのか良くないのかめちゃくちゃ気にして発信はしています。でもやっぱり捉え方は人それぞれだし、そんな中でクリエイター側、こういった YouTube 発信をしている人たちって、もしかしたら皆さんの中でもちょっとこう苦しんでるイメージがあるんじゃないかなというふうに思うと思うんですよね。例えばじゃあ動画の更新に追われてしまうとか、出した動画が伸びないとか、タイアップ動画を作るときにメーカーさんのこういう風な指示通りにさせられているんじゃないかとか、いろいろと思うことがあると思うんですけど、僕は一切全くなくて、全てにやりがいを感じているし、どの動画を作るにしても全部自分がやりたいと思った動画のみをアップしています。で取り上げる商品とかカメラ、レンズも含めて自分がいいなと思ったものしか紹介しないし、良くないなと思ったところはそういう風にちゃんと伝えるように努めています。ただその一方でやっぱり登録者も増えて、それなりに再生されるからこそ責任を持つべきだなと、これまで以上に間違いのない情報を届けていかないといけないし、そこら辺のプレッシャーとかはめちゃめちゃやっぱり多く感じてはいるんですけど、でも今後も今までと変わらずに嘘偽りのない本当に自分が発信したい、自分がワクワクできる、みんなにとっても知ってもらいたいと思えるコンテンツを、そういったものだけをしっかりと間違いのないように発信していきたいなというふうに思っています。正直今はそれなりに資金も用意できるようになっています。
応援してくださる方もたくさんいますし、サポートしてくださる企業さんとかメーカーさんにもたくさん恵まれています。だからこそ10万人以上のさ YouTuber さん、この界隈、カメラとか映像とかガジェットとかの界隈ではやっぱ限られてきたと思うんです。だからこそ今持っている自分のポジションであったりとか、持っている自分の知識とか知恵とか技術とか、あとはこのつながりを全て使ってもっともっとワクワクできるような動画を生産していこうかなと思っています。このチャンネルを見てくださる方は僕に対してある種の投資をしてくれていたんじゃないかなと僕は思っています。もちろんね、僕からの例えば何かしらのやり方の紹介であったりとか解説とか商品の紹介とか、そういったものを見てくださっている方もたくさん多いと思いますが、でもそれを含めて僕はみんなからの応援であったりとか、たくさんの支持をいただいているっていうものはある種の投資だと思っているので、それをね皆さんに期待以上に返せるようにしっかりとね、視聴者の皆さんにねここまで応援してくださって、ここまで僕を導いてくれた、だからこそ僕ができることとか、もっともっとこの業界で活躍していくためにやるべきこととか、たくさんのね企画とか構想とかアイデアとかをもうめちゃめちゃ常に考えているので、それらをねしっかりと一つずつ実行していこうかなと思っています。少しね、抽象的な話にはなってしまいましたが、先日出したソニーのねシネマカメラ全機種比較であったりとか、僕のチャンネルでの人気のねポートレート企画とか、最近のね、レビューコンテンツっていうのはかなり質にねこだわって制作をしております。自分なりにアイデアを振り絞って、この商品でできることとか、その商品の魅力が最大限伝わるようにね、全てのね企画を起こしてやっていますので、そういったところから、国内でもトップクラスでね見てよかった、応援していてよかったって思えるようなコンテンツをねたくさん作っていきたいなと思っています。なので今後は数字的な目標で言うと、20万人30万人とねやっぱり目指していきたいなと思っています。もう着々といくだけです。僕は一気にねバズるみたいなことは僕はできないし、そこは狙ってはいないです。もう本当に着々と一歩ずつ前に進んでいくっていう、もう本当にこの継続力みたいなところだけが僕の取り柄ではあるので、そこをねしっかりと今後もね初心を忘れずにたくさんね実行して、たくさんトライアンドエラーを繰り返して、今後もね頑張っていけたらなというふうに思っています。ということで、今回ねこのカメラがね、メインにはなるので、僕の今後の展望であったりとか、今後これまでのね経緯っていうのはね少し概要をねお伝えした形にはなりました。ですが来月ねもう本当に僕のね企業ストーリーをまとめた一本のね、超大作動画をね、制作していて、それを公開する予定なので、僕のこれまでの過去とか、実際どういう風な YouTube 戦略を起こしていたのかとかで、それがどういう風に数字としてデータとして収益としてどういう風に結果としてつながっていたのかで、それが僕をどのように変えていったのかっていうのを全てねしっかりとまとめて、しっかりとね今後についてもね話していく動画っていうのをね改めてそれは作っていますので、よかったらぜひそちらもね見ていただけるとすごく嬉しいなというふうに思っております。ということで皆さん改めて10万人達成できて本当に嬉しく思っております。もう本当にね今ねこのカメラ撮ってくれている、ガミ君もねもう僕の数万人以前か数千人の時から、見てくれている視聴者の一人で、そういった方ともこうやってつながっていろいろとお仕事をしてくれたりとか、僕のね本当にもう10人20人の時から一緒に動画をね作ってくれたボイとか正義とか、彼らに関してはねもう僕が学生でお金も何も知名度も何もないから、みんなが持っている機材をね無料で貸してくれて、もう交通費も出せないのに一緒に撮影企画を手伝ってくれて、もう本当にそういったね時を考えるとなんかちょっと涙が出そうになるぐらいのすごいいろんなことがあったんですけど、でもねこうやって実際に突破できて、なんかちょっと本当に安心感がすごいです今やっとここまで来れたので、でもここからだと思ってるのでね、しっかりとねまた一から頑張っていこうと思っています。たくさんの、応援とか、コメントとかありがとうございました。ぜひね今後も引き続きこのねチャンネルと一緒に楽しんで人生をね楽しめたらと思っております。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。